不動産屋さんの階段です。この世のものではないおかしなものを見たとき、それを証明するのってすごく難しいと思うんです。まず気のせいか勘違いだと思われてしまいます。ただその場に他の人もいて、みんなで同じものを見た場合は別ですね。たとえそれが子供でも。さてこれは子供の頃から心霊体験をよくされている男性の方が私の実話怪談にも興味を持っていただき、その流れでこの話をしてくださいました。その方のお名前を仮に A さんとしておきます。それは A さんがまだ小学校2年生の頃だったそうです。A さんご家族は当時神奈川県の某所に住んでいました。1学期も終わり夏休みに入ると A さんは仲良しの B 君 C 君 D 君の4人でよく遊んでいました。ちょうどその頃4人のうちの D 君が地元に完成したばかりの新築マンションに引っ越したそうです。それは当時としては近代的で話題のマンションでした。早速 A さんは B 君 C 君と3人で D 君のマンションに遊びに行くことにしたそうです。お昼過ぎに3人はその新築マンションの前で待ち合わせをして D 君の住む部屋に向かいました。新築マンションといっても当時はそんなにセキュリティも厳しくなく、正面玄関から誰でもマンションの共有部分に入れたそうです。中に入ると新しいコンクリートの匂いがしていました。入り口に入ってすぐ左手に管理人室があり、その先の廊下をまっすぐ行くと行き止まりにエレベーターがありました。夏休みとは言っても昼過ぎでしたからとても静かで、周りには A 君たち3人以外は誰もいなかったそうです。3人はすぐにエレベーターに乗り込み、他に乗り込んでくる人もいなかったので、A 君はすぐ D 君の部屋がある5階のボタンを押したそうです。エレベーターはゆっくり5階に向かって上昇していきました。やはり新築の近代的なエレベーターでしたので、好奇心旺盛な A 君は思わずキョロキョロエレベーターの中を見回していたそうです。B 君も C 君も清潔な新しいエレベーターの中ではしゃいでいました。そして A 君はそのエレベーターのドアに当時も特別珍しくはなかったのですが、ガラスのはめ込みの小窓がついているので、外側が見えることに興味津々だったそうです。エレベーターの上昇とともに各階の床から天井までそのガラス窓から見えたので、面白いな、建物内だってこうなってるのかなどと思っていたそうです。ちょうどエレベーターは3階に差し掛かった頃でした。A 君が一瞬ガラスの小窓から目を離し、再び視線を戻した時でした。A 君ははっと息を飲んだそうです。そのガラスの小窓の外側に小さな人間の片手が張り付いていたのです。それは手首から上の赤ん坊の手だったそうです。死んだような青白い手がガラスに外側からぺったり張り付いていました。A 君は自分の見ているものが信じられず、わあ、何これと叫びました。B 君も C 君も、わあ、赤ん坊の手だと叫んだそうです。もうその後はエレベーターの中で3人とも恐怖で半狂乱になり、5階では降りることもできずに1階ボタンを押し直したそうです。そしてエレベーターのドアが1階で開くと、3人とも転がるように出口に走り、その日は D 君にも会わずに一目散で家に逃げ帰ったそうです。息を切らして家に帰ってきた A 君を見て、家族はどうしたんだろう慌ててという感じで特別気にも留めていなかったそうです。まだ小学2年生ですから事態が飲み込めず、あまりの恐怖でしばらく何も言えませんでした。だいぶ時間が経って少し落ち着いてきた時でした。A 君はその夜信じてもらえるか不安でしたが、お父さんにマンションで会ったことを話したそうです。そして A 君だけでなく他の2人も同じ赤ん坊の手を見たことを話しました。すると意外にもお父さんの顔が少し真剣になり、こんな話をしてくれたということです。あの新築マンションは実は墓石屋さんがオーナーだったそうです。
そしてマンションを建てる前にその土台部分に処分しないといけない古い墓石を全部埋めて整地してしまい、その上にマンションを建築したということでした。その話を聞いてまだ小学生の A 君でもそれがどんな恐ろしいことを引き起こすか分かったそうです。そのマンションですが、今でも神奈川県の某所にあります。飛び降り自殺もよくあるそうで、地元では有名だということです。マンションが特定されてしまうので詳しくは言えませんが、そのマンションの前の道路では奇妙な事故がよく起きるということでした。単独事故なのに車が横転し上下逆さまにひっくり返ったりするおかしな事故がいまだに起きているそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。